こんにちは、梅です。今回は小屋の周りと小屋の中を紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。小屋チューブ。ではまず小屋の大きさなんですが、幅が 2.7 メートル、奥行きが 3.6 メートルあります。で、だいたい6畳ぐらいの広さになります。外壁はガルバリウム鋼板という金属の波板と杉板を使っています。小屋の下と上には換気口がついていて、空気が自然に流れるようになっています。雨が降った時に小屋の下に水が入らないように堀が掘ってあります。こちらはソーラーパネルになります。規格は100ワットで12ボルトのバッテリーにつないで使っています。どんなことに使っているかというと、スマホ2台と家の中の明かり1つと、あとはワイヤレスのスピーカーを充電する時にも使ってます。小屋を建てる時に使った電動工具なんかもこのソーラーパネルで賄いました。これが雨水タンクになります。雨水タンクは主に生活用水に使っていて、飲み水の方は湧き水を汲みに行っています。屋根に降った雨が雨どいを伝ってこのタンクの中に入る仕組みになっています。容量は500リットルで、このタンクが1回満タンになると2人で1ヶ月は十分に暮らせます。ただしですね、このタンクが真冬になると凍ってしまって使えなくなってしまうんですよ。なのでそういう時は近くにある沢まで水を汲みに行っています。雨水タンクの紹介をしたんですが、実はここに蛇口がついていて、これは何かというと、この奥に住んでらっしゃるおじいさんがうちの井戸水を使っていいよと言ってくださって、ここまで引かせてもらってます。で、これも真冬になると凍って使えなくなってしまうんですね。なので雨水も井戸水も凍って使えなくなっちゃったら沢まで水を汲みに行くという感じです。はい、これが沢です。水が足りなくなったらここで汲んでます。トイレは小屋の外にあって、こちらなんですがコンポストでやってます。はい、そしてこちらが物置兼作業場になります。ここで木切ったりペンキ塗ったりしてます。はい、これがうちの家庭菜園になります。で、この辺は鹿とか猿とかイノシシとか動物がたくさんいて、何か植えてもすぐに食べられちゃうんですよ。なので畑の上に柵をつけて開閉できるようにしています。それでは開けてみたいと思います。よいしょ。今はですね、ここにつるむらさきとパクチーとスティックセニョールが植わってます。森の中で日当たりがあんまり良くないんですけど、そういうところでも大丈夫な野菜を選んで植えてます。はい、こちらがみょうがです。みょうがは日陰でもぐんぐん育つので、森の中ではとっても助かってます。1個試しに取ってみます。見えますかね、ここにみょうがが生えてるんですけど、よいしょ。はい、こちらがみょうがになります。どうですか？こんな感じ。もう花が咲いちゃってるんですけど、これでもお味噌汁に入れたりして食べれます。これは薪棚で敷地内の木を切ってここに詰めて乾燥させて薪ストーブに使ってます。で、今これがブルーシートで雨よけをしていて、ちょっと見た目がいまいちなので今度作り直そうかなと思ってます。これが薪ストーブの煙突になります。煙突の先は屋根の上まで伸びてます。それでは次に小屋の中を紹介したいと思います。はい、今入り口から入ってきたところなんですが、小屋の中はこんな感じになってます。右側にロフトに続くはしごがあります。これがロフトです。こちらが薪ストーブです。これは G ストーブというテント用のストーブで、普通のホームセンターに売られているようなものよりも一回り小さいです。小屋の大きさが6畳しかないので、このサイズでもかなりあったかいです。ただ煙突の直径が6センチで、普通の煙突の半分ぐらいしかないので、お掃除はこまめにしないといけないっていうのが難点ですかね。小屋の内壁なんですが、これは合板という板を貼っただけです。この壁の内側には断熱材としてスタイロフォームっていう発泡スチロールみたいなものが入ってます。
床は合板の上にフローリングに見えるクッションフロアを貼っています。床下にも断熱材が入ってます。こちらの棚には洋服を収納しています。家具はだいたい手作りで、小屋を建てる時に余った木材を使って作っています。こちらには鍋や食器を収納しています。この壁に直接板を打ち付けて棚にしています。料理はこのカセットコンロ1台でほとんど賄っています。カセットボンベは月に7本ぐらい消費します。飲料水の湧き水はこちらのタンクに汲んできて、このような水筒に移し替えて使っています。水汲みは週に1回ぐらいのペースで行っています。これがソーラーパネルのバッテリーボックスになります。開けてみます。先ほど紹介した 100W のソーラーパネルのケーブルを小屋の中に引き込んで、この 12V のバッテリーに電気を貯めています。電気を使うときはバッテリーから直接使います。今は電気を契約しているんですが、それまでの2年間はこの 100W のソーラーシステムだけで暮らしてました。部屋の照明ですが、こっちはソーラーの電気で、こっちが普通に電線から来てる電気です。今はハイブリッドでやってます。契約している方の電気は小屋にドラムで引き込んでいます。契約アンペア数は15アンペアです。こちらはロフトのはしご下のスペースなんですが、このように斧やノコギリを引っ掛けて収納できるようにしています。これも余った木材にフックをつけただけなんですが、箱に入りきらないような長いものを収納するのにとても役立ってます。それではロフトに登ってみましょう。よいしょ。ロフトには布団と本棚があります。こちらが本棚です。本棚も廃材で作りました。こちらが窓です。これも手作りで、ここに入ってるのはガラスではなくてツインカーボっていう硬いプラスチックが入ってます。ちょっと開けてみたいと思います。ここを外して、これで押し上げます。こんな感じです。夏場は虫が入ってくるので網戸をつけてます。ちょっとつけてみたいと思います。こんな感じです。窓の外はこんな感じになってます。ロフトは光が差し込んで結構明るいので、本を読むときはここで読んでます。はい、ざっとこんな感じで小屋を紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この小屋は2年前に山林を購入して建てたものなんですが、土地の広さはだいたい400坪ぐらいです。で、土地の中には木がたくさん生えていて、コナラとかクヌギとか山桜とかが生えてます。なので小屋を建てる時には木を切るところから始めなければなりませんでした。さらに土地の中には大きな岩がゴロゴロしていたり起伏があったりして、土地の面積は結構大きいんですけど、家を建てられるスペースはそんなにありませんでした。今小屋が建っているところも緩やかな傾斜になっていて、建てる時には少し工夫がいりました。次に気温についてなんですが、ここは少し標高が高いので夏は割と涼しくてエアコンなしでもギリギリ大丈夫です。ただ冬は寒いので薪ストーブは重宝してます。小屋を建てて電気、ガス、水道がないところからスタートしたので、初めの2年間はオフグリッドな生活をしてました。今もまだ冷蔵庫や洗濯機は持っていないので、食べ物は常温で保存できるものを選んだり、洗濯物はコインランドリーに行ったりしていて、結構不便なところはありますね。ただ電気を引いてから炊飯器を買ったんですけど、それまではフライパンでお米を炊いていたのでとっても便利になりました。またこの小屋を建てるまでは夫婦2人ともトンカチすらまともに使ったことがないくらいだったので、 DIY は2人で調べながら手探りでやっています。ちなみにこの小屋の建て方はネットや本などを参考にして 2x4 工法という方法で建てました。 2x4 工法というのは 2x4 という規格の木材を使って建てるやり方で、主に近くのホームセンターで売っているものを使いました。小屋を建てている間は敷地内にテントを張って、そこで寝泊まりしながら作業をしていたんですが、雨が降っちゃうと何もできないので、なかなか思うようには進みませんでした。結局出来上がるまでに5ヶ月ぐらいかかっちゃって、
その間ずっとテント暮らしだったので結構大変でしたね。小屋に引っ越してからは実際に住みながら不便な部分を少しずつ改良して住みやすくなるようにしています。まだまだ小屋暮らしを快適にしたいなと思っているので、いろいろ試行錯誤しながらやっていきたいと思ってます。それと今回の動画では説明しきれなかった部分がたくさんあって、その辺はまた後日動画にしてアップしていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。